はたらこの和風パスタを作りました。こんにちは、料理研究家のゆかりです。このチャンネルはいろんな料理のレシピ、そして役立つ情報をご紹介していくチャンネルです。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。はい、ということで今日はですね、たらこの和風パスタを作っていきたいと思います。今回の和風パスタなんですが、とても味わい深い仕上がりにしていきます。味付けなどにもいろいろポイントがありますので、ぜひ最後まで楽しんでみてください。それではどうぞ。それではまずはじめに具材などの材料をご紹介します。材料はこちらです。パスタ、たらこ、大葉、韓国海苔、白ごま、こちらの材料を使って作っていきます。まずパスタなんですが、今回は 1.9mm のちょっと太めのパスタを使用していきます。このパスタの太さに関しましてはお好みのものを使っていただいて OK です。そしてトッピングに今回は大葉と韓国海苔と、あとは白ごまを使っていきます。このトッピングはお好みでやってみてください。大葉の代わりに小ネギなどを散らしていただいてもいいかなと思います。韓国海苔はですね、こちらは普通のね、刻み海苔などで代用していただいても大丈夫です。お好みのものを使ってください。それでは続いてその他の材料をご紹介します。材料はこちらです。有塩バター、牛乳、めんつゆ、昆布茶、おろしにんにく、蜂蜜、塩、お水、そしてあとはパスタの茹で汁も使用していきます。まずバターはですね、こちらは有塩バターを使用してください。そして今回は牛乳を加えて少しまろやかさもプラスしていきます。めんつゆに関しましては、こちらは2倍濃縮のめんつゆを使います。こちらは3倍濃縮などもありますので、3倍濃縮などを使うときは少し量を減らしていただくといいかなと思います。こちらはお好みで味の濃さを調整してください。そしてあとはですね、今回昆布茶を使用していきます。昆布茶のね、昆布の旨味が加わってとても美味しい仕上がりになります。そしてさらにですね、甘みに蜂蜜を加えます。蜂蜜のコクが加わることでとても味わい深い美味しいパスタに仕上がります。ただ蜂蜜がダメな場合はこちらはお砂糖で代用してください。ということで早速こちらの材料で作っていきます。それでは早速作っていきます。まずですね、このたらこの中身だけを取り出してください。このようにスプーンなどでやっていただくとやりやすいと思います。そして皮は取り除きましょう。皮がお好きな方はね、そのまま使っちゃっても大丈夫です。はい、たらこはね、このように皮から取り出してください。トッピング用にだいたいね、1/3分の1ぐらいですね。ティースプーン山盛り1杯ぐらい取っておきましょう。残りの1/3分の2はパスタソースに使っていきます。続いて大葉を切っていきます。大葉はまずさっと水洗いしてください。はい、で水洗いしたらペーパーでしっかり水分を拭き取りましょう。はい、で水分を拭き取ったらこの茎の部分を揃えて茎を切り落としてください。あとは手前からくるくる巻いて、そして半分に切ります。半分に切ったら切り口を揃えて千切りにしましょう。大葉はこのように切っておいてください。それではね、まずソースを途中まで作っていきます。フライパンにバター、そしてお水、あとは昆布茶、そしてめんつゆ、おろしにんにく、あとは蜂蜜。まずこちらを入れて火にかけます。火加減は中火です。よくかき混ぜながら一度沸騰させてください。はい、でこのようにね、クツクツしてきたらここにたらこを加えます。そして混ぜましょう。だいたい混ざったら火を止めます。よく混ぜてください。そしたらここに牛乳を加えます。そして混ぜましょう。はい、OK です。ソースはこんな感じですね。ここまでソースは作っておきましょう。それでは続いてパスタを茹でます。まずね、フライパンまたはお鍋にお水を張って沸騰させてください。はい、沸騰しました。沸騰したらここに塩を入れてください。そしてパスタを茹でていきます。茹で時間なんですが、袋に記載されている時間よりも1分短く茹でてください。そうすると最後ちょうどいい仕上がりになります。今回は10分茹でのパスタなので9分茹でていきます。では入れます。はい、それではこのまま9分茹でていきます。はい、今ね、パスタの茹で上がり1分前になりました。そしたらですね、こちらのソースを温め直します。その前に茹で汁をですね、だいたい大さじ1ですね、お玉の半分ぐらい入れてください。
そしてもう一度火にかけます。火加減中火です。これで加熱しましょう。はい、でこのようにクツクツしてきたら火加減弱火にします。そしてちょうどねパスタも茹で上がったので、この中にパスタを入れましょう。はい、そして絡めていきます。パスタを入れたら火加減中火にして、このままですね軽く水分を飛ばしながらソースを絡めていきます。だいたい1分ぐらいですね加熱していただくといいかなと思います。はい、 OK です。このようにねソースとパスタがしっかり絡むまで加熱してください。それではねお皿に盛り付けます。そしてフライパンに余ったねソースも上にかけましょう。盛り付けたらあとはですねここにたらこ、そしてあとは大葉、そして韓国海苔を適当にねちぎって散らしてください。そして最後はね白ごまです。はい、これでたらこの和風パスタの完成です。トッピングはお好みでやってみてください。はい、これでたらこ和風パスタの完成です。こんな感じに仕上がりました。このようにたらこもたっぷりでとても美味しそうに仕上がってます。最後ねトッピングはこんな感じにね仕上げたんですけれども、トッピングはねお好みでやってみてください。これで完成です。それでは早速いただきたいと思います。今日ちょっとね混ぜていただきたいと思います。ではいただきます。美味しい。昆布茶の旨味と蜂蜜のねコクが効いててすごく美味しいです。そしてこのトッピングの大葉と韓国海苔がすごく合います。はい、ということで今日も美味しく仕上がりました。今回のたらこの和風パスタのポイントです。まずたらこなんですが、たらこはですね皮から中身を取り出してください。ただ皮付きがお好きな場合は皮付きの状態で作っていただいてももちろん OK です。そして皮から取り除いたらその後はね3分の1だけトッピング用に取っておいてください。そして味付けのポイントです。今回は和風にするために昆布茶を加えて、さらにですね味わいにコクを出すために蜂蜜を加えてます。こちらの2つを入れていただくことでとても美味しい和風パスタに仕上がります。もし蜂蜜がダメな場合はこちらはお砂糖で代用してみてください。砂糖の場合はね小さじ1/2の1ぐらいでいいかなと思います。そしてその後パスタのソースを加えるんですけれども、牛乳はですねあまり沸騰させてしまうと膜が張ったりしてしまいますので、火を止めてから加えるようにしてください。まずパスタなんですが、こちらはですねお好みの太さのものを使ってください。茹で時間に関しましては袋に記載されている時間よりも1分短く茹でてください。そうすると最後仕上がった時にちょうどいい硬さになると思います。そしてその後ですねパスタが茹で上がる1分前にソースを温め始めて茹で汁を加えて、そしてその後パスタが茹で上がったらパスタをねフライパンの中に入れてソースをねだいたい1分ほどに絡めてください。そしてその後はお皿に盛って、あとはお好みでトッピングしていただけたらと思います。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。とても美味しいのでぜひ作ってみてください。はい、ということで今日はたらこの和風パスタを作りました。私のチャンネルでは他にもたくさんいろんな動画を配信してます。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。そして Twitter、インスタ、Facebook、TikTok こちらにもいろいろアップしていますので、ぜひいいね、フォロー、シェアしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひグッドボタンもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。